セリ科は世界でおよそ3500種が知られ、人参やパクチーなどの身近な野菜を含む植物分類群です。セリ科の多くは白い花が集まった大きく目立つ花を作るために、時に100種を超える昆虫が集まるジェネラリストとして知られています。今回の研究ではジェネラリスト植物の代表格であるセリ科においてスズメバチによる送粉を発見しました。研究で対象にしたのはシシウド属に属するノダケとイワニンジンです。ノダケの花は暗い紫色、イワニンジンの花は緑色というセリ科としては珍しいものです。観察の結果、キイロスズメバチや小型スズメバチなどのスズメバチ類が放花昆虫の大部分を占めること、そしてさらに彼らが大量の花粉を運搬することが分かりました。またスズメバチを排除した時には種子生産が大きく低下したことから、スズメバチ類が重要な花粉運搬者であることが示唆されました。さらに興味深いことに、スズメバチが蜜を飲んでいる途中に他の放花昆虫を狩り殺すという様子も観察され、独特な送粉生態が明らかになりました。今回の研究には3つのポイントがあります。まずセリ科植物は開放的な花を持ち、数多くの昆虫に送粉されるジェネラリストであるということは、送粉生態学における一般的な一種の通説でした。今回の発見はセリ科植物の送粉様式のこれまでの理解を打ち破ることになり、またセリ科植物の送粉様式の多様性が過小評価されていたことを浮き彫りにしました。2つ目に、ノダケとイワニンジンが持つ暗視色と緑色という花の色はゴマナハウサ科のヒナノウスツボ属など他のスズメバチに受粉される植物にも見られる形質です。このことはスズメバチによる送粉と花の色が関係していることを示唆しています。最後に、今回の研究で一番興味深かったのは、送粉中のスズメバチが花の上で狩りをするということです。スズメバチが送粉者として花の上で蜜を吸う間にも、捕食者として狩人としての性質を捨てていない、そういうことを示唆しています。スズメバチに送粉される植物は数多くありませんし、送粉生態はあまりよく分かっていません。ノダケとイワニンジンがどのようにスズメバチを誘引しているのか、花の色以外にも花の匂いなどにも注目をして、今後ですね、送粉生態の解明に取り組んでいきたいと思っています。またスズメバチが花の上で狩りをするっていうシーンはやっぱり印象的でした。他の昆虫からすれば花でスズメバチに出会うというのは致命的であるというふうに思われます。例えば、目のいい送粉者であれば花の上にスズメバチがいれば、放花を避けるかもしれないというふうに考えられますよね。今後はですね、捕食者かつ送粉者であるという二面性を持つスズメバチがどのように他の放花昆虫と相互作用を繰り広げているのか、こうしたことについても今後掘り下げていきたいというふうに考えています。